どうも、こんばんは、皆さん。今日は3月27日、6時ですね、金曜日。実は私はこの時間は、空港にいるはずなんですね。というのは、明日からなんかポケモン GO のイベントがあって、セントルイスで、ミズーリにある、そのポケモン GO のイベントに行ってるはずだったんですよ。なんかちょっとお顔が引きつって喋りにくいので、ちょっとお顔マッサージを少しすいませんね。歯に物が挟まって喋りにくいのかな。まあとにかくね、失礼しました。まあとにかく今日はそうフライトがあって、実はニューヨークを離れるちょっとだけね、週末だけみんなで楽しむ予定だったんですけれども、まああっという間になんかこうお盆が複数盆に帰らずって言いますか。なんていうのかな。ちょっと違うけど、まあ、お盆になんか乗った水がひっくり返ったぐらい、事態がすごく変わってしまって、結局、自分がキャンセルしなくても、空港会社、デルタだったんですけど、デルタが勝手にキャンセルをしてくれました。というお話ですね。私はデルタが好きで、いつもデルタに乗ってるんですけど、昔は、ノースウェストが好きでよく乗ってたんですね。ノースウェストは今はないかな、どこかに多分吸収されてしまったんですけど、ノースウェストの何が良かったかっていうと、サービスが良かったってわけではないですけど、よく飛行機に若い頃は乗っていたので、しょっちゅうこうビジネスクラスとかに上げてくれたことです。その時はまだ19、20歳ぐらい若い娘さんだった私に、なんとも偉そうな人たちとか、なんかこう会社の人たちがなんかこう乗ってるような、多分ファーストクラスも多分一回乗せて、それはファーストクラスで乗せてくれたのはどこだ？それはね、成田にいた時だから違うわ。それは JAL だわ。JAL も一回だけ乗せてくれた。でもその JAL に乗ったわけではなくて、ノースウェストのその提携として乗ったわけなんで、やっぱそのノースウェスト様々ですよね。なんで亡くなってしまったかのすごく残念なんですけど、その後から、まあデルタにしたんですけど、デルタからまだ何の恩恵ももらってないですね。もう何十年も付き合っているのに、一回のアップグレードもないですね。空港のあれですね、オフィスとかで、アップグレードしたいなって何回も頼んでるんですけど、そんなことしてもらったことはまだ一回もありませんね。結構ひどい会社ですねって言ったら、怒られそうだけど。でも、別にデルタ嫌いなわけじゃないけど、一番まあマシな空港かなと思って、空港会社かなと思って、一応デルタを、愛用していますが、マイルを貯めてる人にとったら、なんかデルタのマイレージは貯めにくいらしいですね。なんかみんな JAL とか、どこだ、アラスカンエアラインとか、なんか、スカイチームかな、なんかその辺、スカイチームかな、違うな。なんかその辺のやつ、ごめんね、WhatsApp がペコンペコン言って、ちょっと、はい、ミュートにしましたので、失礼しました。そう、マイレージが溜まりにくいよっていう話だね。スカイチーム、ちょっと忘れちゃったな。まあそうなんですけど、違うわ、デルタがスカイチームなんだわ。ワンワールドだ、思い出した。で、みんなそんなんで、結構、日本に行くときに、アップグレードしたりとか、航空券をタダで買ったりとかしてるみたいですね。だからそうしたら、私もワンワールドにした方がいいのかなって思うんですけど、あんまり私最近は日本に行かないんですね。若い頃は、お金もあったし、時間もあったので、よくしょっちゅう、それ言ったらもう年に4回ぐらい日本にしょっちゅう帰ってたんですけど、すごい金持ちですね。しかもあれ1週間とかいなずに多分5日ぐらいだけ帰ったりとか、なんか若い頃は気力も金もあったし、自由もあったし、よかったなと思います。これが老人が後から後悔することなんだろうなと思います。若い時にもっと食べに行っとけばよかった。お金がある時に行っとけばよかった。ね、元気な時に行っとけばよかった。そういうふうにね、後悔するから。私、だって今はまだ30代ですけど、後悔してないですけど、やっぱり年が行くにつれて、しんどい。エコノミーで私もう帰れないですね。お金出してでも、エコノミープラスがもう最低限っていうレベルになってきてます。っていうのはやっぱ、フライトが長いとしんどいんですよね、エコノミーとかじゃ。寝られないし。そう。でも、失敗したのが私、シアトルから、サンフランシスコ、違うわ。
ニューヨークからシアトルから、大阪ジャパンかなやったんですけど、行きのフライトはすごく良かったんですが、帰りのフライトが、私は早く出たかったので、飛行機をね、入り口のすぐそばにある、イコノミープラスみたいなのを買ったんですね。そしたらね、それは不便で、なんかイコノミープラスの時ドアがこうガシャンって開いて、そのドアの、何ですか、ルームがあるので、なんかあんまりリラックスできないし、なんか背もたれもあんまりなんかこう、リクラインできない。しかもなんていうのかな、トイレっていうかなんか、そう、いろんな通路のなんかこう、近くにあって、バタバタして寝れない眩しいし、っていうのがあって、私は非常に失敗したなと思ったんですよ。これやったらエコノミーで奥の方でゆっくりしてる方が全然楽だったわって思うぐらいすごいしんどいフライトだって、お金を出して、たくさんのお金を出して学びました。だから、もし、確かに飛行機早く出たい。飛行機早く出たいから、前の方に座りたい気持ちはわかるんですけど、まあ私もそうだったんですが、せめて2列目のローにする、もしくは、反対側、こういうのだったら、こう、窓際の方に、こう、ちょっと奥の方に行って、ファーストとかセカンドローにする方が全然いいと思います。私、その行きしはそうだったんですよ。入って、窓際から、のエコノミープラスだったので、全然、うるさくもなく、てか、行きしは結構熟睡して、超リラックスしていいフライトだったんですよ。なんか、お金出してエコノミープラス買ってよかったなってすごい思ったんですが、帰りは地獄でしたね。一睡もできないし、うとうとした仕掛けたところにまたなんかこうガチャガチャガチャってして、もうほんとうるさいし、もう寒い、そう、しかも寒いんですよ。そう、ドアの近くって多分隙間が多いのかな。なんかすごい寒くてダメだったんですよ。っていうね、私の失敗談をね、皆さん、ぜひ活かして、窓際には長いフライトが座らないように。これだったら、金出さずに、エコノミー去った方が全然マシですよ。うん。っていうのは私の飛行機、失敗話。でもそれからあとは、それからあとはどこに行ったのかなとか言ったような気がするんですけど。まあ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 。できたらそうそう。でもこの年でももう飛行機がしんどくなってきているので、アメリカのこう横断するとき、まあ、3時間、4時間ぐらい内であれば、アムトラックってあるんですけど、アムトラックっていうのかな。あれの、できたら、こう、高速電車みたいな、高速電車って言っても日本の電車と全然比べもならなくて、ボロい箱がガタガタガタってこう走ってるだけなんですけど、でも、まあ、できたらそういった、なんていうのかな、電車で移動するようにしてるんですよ。やっぱりね、飛行機はもちろん早い。例えばここからボストンに行くとき、トレインだとどのぐらいかかったのかな。だいたい平均4時間ぐらいなんですけど、このエクスプレッソを使ったら多分3時間ちょっとで行けたんですね。3時間っていうのは全然悪くなくて、ゆっくり本とか読んだり、なんかもうポケモンなんかとかしてるとすぐに来るんですけど、まあただ本を読み終えたりとかしてしまうとちょっと退屈。まあ、でも電車の移動はやっぱ楽。何が楽かっていうと、早めに行かなくていい。なんか、空港に行くときエクストラ早くみたいな気持ちと、なんかこう、せかせかする気持ち。それになんかこう、荷物をパックして、なんですかな、入らなければ、なんかこう、荷物を預けるみたいな、そういうのも結構めんどくさいじゃないですか。だから、私、今飛行機の旅は全然好きなんですけど、それがなんか億劫になって、できたら、やっぱ4時間以内ぐらいだったら、もう電車で移動した方が、もう私は断然なく、もう空港に行ける手間がまず省ける。それがナンバーワンですね。というのは空港、まあニューヨークに住んでるか、空港に行くのは別に億劫ではないんですけど、やっぱりでも空港に行くってなったら、こうバスに乗って、電車に乗ってとか、トラムに乗ってとか、結構めんどくさい。何ですか、アムトラックのガタゴト電車だと、一本の、何ですか、私の家からだと一本の地下鉄に乗って、ペンステーションっていうところに行って、そのペンステーションから、本当ぶっちゃけ言うと時間めっちゃギリギリにこう行ってポンって乗りますね。早めに行ってもすることないっていうのが私好きじゃないし、ペンステーション自体がゴミゴミしてたらあんま好きじゃないんですよね。だから、その辺楽、家で、最後までこうギリギリまでこうじーっとしてられるし、一番私は画期的な
移動法だと思っています。ただまあ時間がかかるので、その急いでるときはやっぱ飛行機でこうピョンって飛んだ方が全然早いですよね。飛行機でニューヨークからボストンなんかに行くと多分1時間ぐらいでパッて行けるので、まあ時間に重きを置くか、利便性に重きを置くか、それは人それぞれですね。うん。できたら、全米を、トレインで回る、なんていうか、ツアーっていうか、そういうなんかしてる人もいるみたいなんで、まあそんなん、全米を飛行機に乗らずに移動することは可能みたいですけれども、でもやっぱ長いこと、そうだな、私一回マイアミにいるときに、違うや、タンパにいるときに、タンパからマイアミに、行ったんですけど、それは長かったな。何時間 ?5 時間 ?6 時間ぐらいかかったのかな、結局。4時間ではなかったと思うんですね。まあ5時間、6時間かかって、それは私すっごいしんどかったなって思う。でもその時は貧乏で金もなかったので、まあって感じだったんですけど、そうだな。5時間、6時間はしんどい。やっぱり4時間ちょっとぐらいまでかなと思います。やっぱ4時間さ、ずっとこう座っているとお尻がしんどくなると思うんですね。まあもちろん友達とかと行けばね、歩いたりできるから、まあ5時間とか6時間、まあ7時間ぐらいの旅でも行けるんじゃないかなと思いますけど、まあその辺は臨機応変ですね。まあ旅する友達とか、まあパートナーもできたので、一回まあ7時間ぐらい、ここからカナダとか行ってみたいなとは思っております。まあ彼がカナダに行けるかどうかはちょっとわからないので、まあナイアガラフォールなんかとかね、行けたらいいなって思います。うん。そうですね。うん。今日はこのぐらいかな。なんか今日はなんかたくさんのなんかウェビナーっていうか、オンライン会議みたいなのがあって、疲れた。疲れたっていうか、昨日からやっぱり喉がしんどい。どうしたのかなと思います。もしかしてコロナウイルスにかかったのかもって思うと、それはまあまあ冗談ではないですけど、でもこのファティーグとかしんどいなって思うのはどうしてでしょうね。なんか、普段からエクササイズとかしないから体力が落ちてるんでしょうか。落ちてるんでしょうかって言って、ただ座って、コンピューターの前で喋ってるだけなんですけどね。こう、YouTube のフィルムになるとやっぱしんどくなって、喉が痛くなるっていうか、大きい声を出して喋ろうとしているからですかね。マイクなんか使って、普段喋ってる声で、バサ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 って喋ってたら、別に喉痛くならないのかもしれないですね。まあまあ、今日はたくさん余談がありましたけど、テーマといえば、まあ飛行機の失敗話っていう感じですね。エコノミープラスには乗ってくれるなよと。窓際のね。そういう話でしたね。そういうことです。じゃあ皆さん、明日からウィーケンドですけど、まあ家にいると明日がウィーケンドとか結構あんま関係ないですよね。まあまあ、それぞれ皆さん、休日を楽しんでくださいませ。では、お元気で。日本の皆様はね、休日を楽しみにしているかもしれないですね。まだ仕事行ってるみたいだから。まあ、くれぐれも皆さん気をつけてね、くしゃみしたらカバーするとか、ゲホゲホするのをやめましょうね。マナーですから。ではでは、じゃあ皆さんお元気で。また明日。